どうもこんにちは。とある31歳の男です。前回はヒートトレーニング300日やってみた動画を出したのですが、腹筋ローラーについてのコメントが多かったので、今回は腹筋ローラーをやってみた変化をご紹介していきます。で、まず結果をお見せするとこのような感じで、腹筋ローラーを始めて1ヶ月後には太ってしまいました。この太った理由ですが、もちろん腹筋ローラーのせいではなくて、単に食事制限でのリバウンドです。前回の300日ヒートトレーニング動画で最後の1ヶ月間食事制限を行ったんですけど、1日1食だったり1食も食べなかったりで、かなり無茶な食事制限をして体重を減らしたんで、普通の食事に戻したら反動が来ちゃいました。で、前回の動画の最終日では体重 59.9 キロだったんですが、腹筋ローラーをやり始めて1ヶ月後の今は体重が 62.6 キロ、つまり 2.7 キロくらい太ってしまった状態です。もちろんこれは腹筋ローラーが効果がないってことではなくて、消費カロリーよりも摂取カロリーが高ければ太るのは当然だよねというお話です。というわけで今回は非常に中身のない内容になってしまったんですけど、一応1ヶ月間の変化を撮影したのでサクッとご紹介していきます。まず今回のルールなんですけど、やる日は月水金の週3回で1セット10回、それを3セット以上やるというルールにしました。腹筋ローラーの解説をされてる方の動画を見たんですけど、週に20セットくらいできるようになったらいいよとのことだったので、目標は1回につき7セットに設定。これは初日の映像ですが、3セット目でもう腕がプルプルに。2日後の水曜日、筋肉痛なのになぜか4セットに挑戦。体はまだあまり変化なし。1週間後の月曜日もまだ1回4セットのまま。体重の変化はなし。この時は良かった。10日後の水曜日、1日5セットになりました。しかしこの辺りから徐々に無駄な肉も増えてきます。15日後、1日7セットになりました。セット数の目標は達成。でもそんなすぐに筋肉が増える気はしないので、慣れたのか何なのかって感じです。17日後、7セット達成したということで、今度は立ちころに挑戦しました。立ちころはやっぱり大変で、ローラーを遠くまで転がせなかったのですが、少しできて嬉しかったです。ここから立ちころで7セットやっていくことにしました。22日後、この辺りから完全にリバウンドモードに入りました。初日と比べると少し下腹のお肉が増えた感ありますよね。そして31日後、無事腹筋ローラーチャレンジ1ヶ月達成しました。ですが体は映像の通りいい体になるどころか少し太っただけみたいな状態になりました。初日と比べるとこんな感じです。特に筋肉が増えたような気もしてなくて、体感してる変化はありません。腕とか胸筋とかは増えると分かりやすいのですが、お腹って分かりにくいのが辛いですね。で、前回のチャレンジと今回の1ヶ月を通して確信したのが、体を変えたいなら運動と食事内容の改善の両方に取り組むべきだなってことです。どちらか片方じゃなくて、そのどちらも大切だなと分かりました。というわけで2ヶ月目は腹筋ローラーに加えて食事の改善に取り組みます。有名なメンタリスト DAIGO さんが日本で一番尊敬していると公言しているとある方がいまして、その方が勧めている食事方法を実践します。この動画を作ってる時点で数日やっているのですが、全然苦じゃないやり方でして、もしこれで結果が出るのならやばいぞと期待が膨らんでる状態です。まあ仮に結果が出なくても、このやり方では結果が出ませんでしたと皆さんに伝えられるので、どっちに転んでも OK 精神で取り組みます。というわけで中身のない動画になってしまい申し訳ないのですが、来月も頑張りますので、またご視聴いただければと思います。バイバイ。